こんにちは。楽して美味しいご飯が食べたいゆりこです。今日も電気圧力鍋を使った3日間の晩ご飯を紹介していこうと思います。トロトロな冬瓜のあんかけやもっちり中華おこわなど最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。まずはお稲荷さんを作るために油抜きをしていきます。油抜きが終わったらお鍋に入れてお醤油とみりんとお砂糖を入れたところで煮ていきます。お次は冬瓜のあんかけに使うために生姜をみじん切りにしていきます。ここで冬瓜の登場。綺麗な緑色ですね。冬瓜の皮は食べることもできますが、今回はあんかけでとろっとした食感を出したいのと、あと青臭さがちょっと苦手なので全て剥くことにしました。中の白色も綺麗ですね。真っ白白白。今日は圧力鍋を使ってトロトロに仕上げていくので大きめに切ってもらって大丈夫です。今回は3センチくらいの大きさに切りました。熱したフライパンに生姜を入れて鶏ひき肉を炒めていきます。全体的に色が変わってきたら冬瓜を投入。ここでは火を通し切る必要はなくて全体ざっくり混ぜたら味付けをしていきます。本だしとお醤油とみりんとお砂糖を入れてざっくり混ぜ合わせていきます。そしたら圧力鍋を用意して具材をすべて入れていきます。ここまでをラクラクッカープラスの炒めモードでやっても大丈夫です。圧力鍋にセットして3分でスタートです。お稲荷さんの中身の準備をしていきます。まずはお酢とお砂糖を加えてよく混ぜ合わせていきます。そこにごまを追加していきます。本来は白ごまの方がいいんですけど、ちょっと切らしていたので黒ごまを追加して混ぜ合わせます。味見をしたらちょっとお酢の味が薄かったのでお酢を少し追加して混ぜ合わせていきます。冷ましておきます。お次は白和えを作っていきます。まずは人参を薄切りにしてから細く切っていきます。そしたらこれをレンジでチンする。木綿豆腐の水切りをしたいのでクッキングペーパーで包んで上から重しを乗せてざるの上に置いて放置しておきます。お稲荷さんを詰めていきます。ご飯を4分割して丸めていきます。油揚げの方は少しだけ汁を絞って中を開いてそこにご飯を詰めていきます。1個完成。同じように4つ作りました。お次は水切りしておいた木綿豆腐にお砂糖とお醤油と練りごまを入れて混ぜ合わせます。そこにお味噌を加えてさらに混ぜ合わせていきます。そこに下茹でをしておいたほうれん草と先ほどの人参を追加してよく混ぜ合わせていきます。これで副菜の完成。京都で買った可愛いお皿に入れてみました。圧力鍋に任せておいた冬瓜がこんな感じになりました。中がトロトロでこれだけでも美味しいんですけど、今回はあんかけにしていきたいので一度鍋に移して水溶き片栗粉でとろみをつけます。この部分もラクラククッカープラスの煮るモードを使っても大丈夫です。こんな感じで完成です。冷蔵庫に今日までに使ってしまいたい豚ロースの薄切り肉があったのでこちらを使って肉巻きおにぎりを作っていきます。ご飯を小さく丸めてお肉でくるんでいきます。今日はお稲荷さんもあるので食べやすい小さいサイズにしてみました。片栗粉を表面にまぶして焼いていきます。甘辛い味付けで今回は仕上げました。完成です。なんだか茶色いご飯ですが美味しくできました。これはお店がするわ。美味しい。
とろっとしてるね。大根よりもとろっとしてる。2日目です。今日は牛すじを使って牛すじおでんを作っていきます。まずは牛すじの下処理でたっぷりのお水に入れて火にかけます。具材を切っていきます。大根は食べやすい大きさに切って皮を剥いていきます。全部剥けたら煮崩れしないように面取りをしていきます。そして表面に十字架を入れていきます。大根はアクを抜いてえぐみを減らすためと、あと煮崩れしにくくするために下茹でをしておきます。お次はゆで卵の準備です。今回は電子レンジで作れるゆで卵メーカーを使っていきます。牛すじは沸騰してから10分茹でこぼしてざるにあげてよく洗います。こんにゃくを切っていきます。こんにゃくは表面に格子状の模様を入れてから食べやすい大きさに三角に切っていきます。こんにゃくは切れたら圧力鍋に移しておきましょう。よく洗った牛すじを食べやすい大きさに切って圧力鍋に投入。下茹でした大根も合流させます。そこにお水と白だしと本だしとお酒を投入して軽く混ぜ合わせて圧力モードで15分。圧力をかけている間に他の具材を準備していきます。卵、餅巾着、ちくわぶ、練り物は15分圧力にかけると食感が変わってしまったり溶けてしまったりするので後から入れます。まずは餅巾着、市販のものを買ってもいいんですけど、油揚げとお餅があれば簡単にできるので作っていきました。そしてちくわぶ、圧力をかけ終わりました。これを大きめのフライパンに並べていきます。圧力鍋の煮るモードで煮込み直してもいいんですけど、今回はたくさん具材を入れたかったので大きめのお鍋に入れ替えたという感じです。汁まで全て入れたら追加で調味料を入れていきます。そして火にかけて蓋をしていきます。おっと、卵のことを忘れていました。ゆで卵は剥いて追加していきます。完成です。今日は手抜きでこれだけ。これから寒くなってくるのでおでんが恋しくなりますね。3日目です。今日はまず圧力鍋を使って中華おこわを作っていきます。もち米を2合測ってお水でよく洗います。ボウルに移して30分浸水させていきます。その間に中華おこわの具材たちの準備。お水を測って干し椎茸を戻していきます。このだしもそのまま使う予定です。そして人参を切っていきます。人参は細切りにしていきましょう。干し椎茸を戻すことができたら調味料を加えていきます。みりんとごま油とお塩を入れて軽く混ぜ合わせます。フライパンにごま油をひいて豚バラを焼いていきます。色が変わってきたら人参を投入。そして干し椎茸と戻し汁もそのまま入れたら準備は完了。圧力鍋に浸水させておいたもち米と先ほどの具材たちを入れて軽く全体を混ぜ合わせて表面を平らにしておきます。そうしたら圧力鍋の出番です。圧力モードで8分でスタートです。続いて副菜を作っていきます。ナスをよく洗ってヘタを取って輪切りにしていきます。切れたらお水にさらします。そしてニンニクの準備。
ニンニクはみじん切りにしていきます。フライパンにオリーブオイルをひいて、みじん切りしたニンニクを熱してオリーブオイルに香りを移していきます。先ほどのナスはしっかりと水を切っておいて、フライパンに投入。しんなりしてくるまで両面を焼いていきます。この間にタレの準備。お酢とお塩とオリーブオイルと胡椒を入れてよく混ぜ合わせます。そこに先ほどのナスを投入。ナスは温かいうちに絡めた方がいいです。粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で冷やします。中華おこわが完成しました。おー、美味しそうにできました。ちょっと味見していきます。もう一品作っていきます。油揚げを食べやすい大きさに切っていきます。キャベツも同じようにざく切りにしていきます。そしたらフライパンにごま油と生姜を入れて、まずは油揚げを炒めていきます。そこに少し余っていたお肉に片栗粉をまぶして入れて、キャベツも追加していきます。炒めている間にお味噌汁も作りました。今日は豆腐のお味噌汁です。炒めることができたらお味噌で味付けをして軽く混ぜ合わせたら完成です。並べていきましょう。まずはナスのマリネ、そして余っていたきんぴらごぼうとキャベツと厚揚げの味噌炒め。おー、すごい、ちょうどぴったし。完成した瞬間に夫が帰ってきたようです。いただきます。見たキングオブコント。見た。どうだった？しずるがいたのでそうね。トム・ブラウントム・プランも言ってた。やっぱ全然途中見てなかった。めっちゃさ、2倍速で流しながらさ、作りながらさ、途中さ、多分さ、あれ流しながら普通に動画撮っててさ、どっかの動画に入ってる。でトム・ブラウン、でも全然知らない人も結構いた。なんでお腹空いてんだ。のんびりご飯作るとさ、楽しい。何これどう味は？美味しい。すごい。何これ新しいおそのナスのそうそう。いつもさ、煮浸ししか作んないじゃん。なんか新しいやつ欲しいなと思って。これご飯とも食えるね、これなら。確かに。今日米がね、これだからね。いいね、なんか酸っぱくて。ね。おこわだ。ママが買ってきてくれた。これもお茶漬けできるんだけど。ああ、確かに。